今日は神奈川県川崎市の川崎駅にやってきたのだ。 JR 東海道線、京浜東北線、南武線の3路線が乗り入れる神奈川県内でも有数のターミナル駅なのだ。さらに近くには京急川崎駅もあって、 JR と京急が一体化した大ターミナルになってるのだ。川崎駅は西口と東口で表情が全く違う街として知られています。西口はラゾーナ川崎プラザを中心とした現代的な商業オフィスゾーン、一方の東口は江戸時代に東海道53次の2番目の宿場川崎宿として栄えた歴史エリアなんです。さらに2023年には新しい市役所本庁舎がオープン。25階の展望ロビーが無料で開放されて、新しい目玉スポットも加わったのだ。今日はそんな川崎駅周辺を散策していきます。時刻は午前10時。平日なのに改札前から人がすごく多いのだ。さすが川崎、活気がありますね。それでは早速 JR 川崎駅から散策スタートです。まずは西口の方へ進んでいくのだ。中央改札の前から中央西口を抜けて、そのまままっすぐ歩いていくと川崎駅西口の顔、ラゾーナ川崎プラザなのだ。川崎駅からそのまま直結で入れちゃうのだ。2006年9月開業、店舗数およそ約330店舗の超大型ショッピングモールです。単一のショッピングセンターとしては全国でもトップクラスの売り上げを誇るのだ。ラゾーナという名前はスペイン語のラソ、縁、つながりとソナ地域を組み合わせた造語です。かつて東芝の工場跡地だった土地が川崎駅の顔へと生まれ変わりました。そして目の前に広がるのがラゾーナのシンボル、ルーファ広場。直径約60メートルの吹き抜けでぐるりとお店が囲む構造なのだ。ステージや大型ディスプレイもあって、ライブやイベントの会場としてもよく使われる空間です。ショッピングモールの中庭というより街の中の劇場みたいな雰囲気だね。今日は何かのイベントの準備かな。車が並んでるのだ。車関連のイベントっぽいね。週末はもっと盛り上がるんだろうね。上の階に上がってみると広場を見下ろすようにテラス席風のベンチもあるのだ。ショッピングの合間に休憩したり、イベントを上から眺めたりできるんだね。開放的なのもあって、お天気が良ければ気持ちよく過ごせそうな場所です。ただの商業施設というより街の中にもう一つ街があるみたいなのだ。ここがあるとないとじゃ川崎駅西口の印象は全然違うはずなのだ。それじゃあ一旦改札前に戻って今度は東口へ向かうのだ。ここは川崎駅東口駅前広場です。ガラス屋根が印象的な現代的なデザインの駅前広場だね。最近だとアニメガールズバンドくらいの聖地としても話題になったのだ。2024年に放送された川崎が舞台のオリジナルアニメで、第1話ラストの印象的なシーンがここで描かれてるらしいのだ。僕は見たことないけど。路上ライブの聖地としても知られていて、夕方や週末には実際にミュージシャンが演奏していることも多いそうです。広場の一角に何か石碑があるのだ。これは坂本九さんの歌碑です。上を向いて歩こう、見上げてごらん夜の星よなどで知られる川崎区出身の世界的歌手ですね。2015年坂本九さんの没後30年を記念して建てられました。歌碑には上を向いて歩こうの歌詞が刻まれてるのだ。実は JR 川崎駅の東海道線の発車メロディと京急川崎駅の電車接近メロディはどちらも坂本九さんの上を向いて歩こうが使われてるんです。川崎の街全体で坂本九さんを大切にしてるのが伝わってきますね。広場から見える大きな建物が川崎ルフロン。1988年開業の駅前商業施設で、地下から4階まではヨドバシカメラががっつり入ってるのだ。そして9階と10階には川水川崎水族館。2020年にオープンした日本で初めての駅前商業施設一体型の水族館なんです。川崎駅からなんと徒歩1分で水族館に行けちゃうわけですね。東口からは地下街川崎アゼリアが広がっているのだ。それじゃあその地下街に降りてみるのだ。地下だけど吹き抜けのおかげで明るく感じるね。ファッション、雑貨、グルメまでお店がぎっしり並んでいて活気があります。まだ午前10時だから飲食店は開店前が多いけど、それでも人通りの多さもあって賑やかな雰囲気なのだ。川崎アゼリアは
JR 川崎駅東口に直結する大型地下街です。地下街面積は約56,700平方メートル。大阪心斎橋のクリスタ長堀、東京駅の八重洲地下街、これらに次ぐ日本で3番目の規模を誇る大きさなんです。この地下街、巨大なショッピングエリアみたいになってると思ってたから、そういうことなら納得なのだ。地下街を通ってやってきたのが川崎モアーズです。ギネス認定された世界一短いエスカレーターがあるって聞いたので見に来たのだ。それがこちら、プチカレーター。段差はたったの5段、高低差 83.4 センチ、所要時間およそ8秒です。1989年、モアーズとアゼリアを結ぶ連絡通路ができた時、地下通路がちょうどモアーズの地下1階と2階の中間に位置していて、その段差を解消するために設置されたものだそうです。階段でいいじゃんっていうツッコミは野暮なのだ。こうしてプチ観光スポットにもなってるのだ。地下街から地上に出てきたのだ。今向かっているのは京急川崎駅です。まっすぐ来れば JR 川崎駅から徒歩5分程度の場所にあります。京急全72駅の中で乗降人員はなんと第4位。横浜駅、品川駅、上大岡駅に次ぐ京急の主要駅の一つなのだ。1日の平均乗降人員はおよそ12万3000人。 JR 川崎駅と合わせると相当な数の人がこのエリアを行き交ってるんですね。京急で唯一7番線まであるという珍しい駅でもあるのだ。それじゃあこのまま京急川崎駅を後にして宗三寺へ向かいます。京急川崎駅から歩いてすぐの場所にあるのだ。宗三寺は鎌倉時代初期に開かれた川崎宿で最も古いお寺と言われています。旧東海道沿いに今も残る川崎宿の歴史を伝える古刹ですね。この後も旧東海道沿いを歩いていくと川崎宿の名残にちょこちょこ出会えるのだ。そして宗三寺から徒歩1分ほどの距離にあるのが東海道川崎宿交流館なのだ。川崎宿の歴史と文化を伝えるために2013年にオープンした施設です。入館無料で見学できます。中に入ってみると川崎宿の茶屋万年屋を再現したお休みどころや川崎宿の歴史を紹介する映像コーナーに模型なんかもあるのだ。平日の午前中なのに見学に来ている方が結構いて驚きました。日によっては落語などのイベントも開催されてるみたいなので合わせて訪れるのも良さそうですね。東海道マップも置いてあって、これを見ながら川崎の街を散策するのも楽しそうなのだ。ここで川崎宿そのものについても触れておきたいのだ。川崎宿は1623年に幕府によって開設された東海道の宿場。江戸の日本橋から数えて2番目の宿場だけど、実は53次の中でも最後の方に成立した宿場なのだ。それまで品川宿と神奈川宿の間が約20キロも離れていたんだそうです。東海道の交通量が増えてくるとその距離が大きな負担になってきて、両宿の負担を軽減するために川崎宿が新たに開設されました。川崎宿は伊佐子、久根崎、新宿、小泥の4つの町から構成されていて、規模としては全長約 1.5 キロ、本陣も3つあったらしいのだ。そんな川崎宿の歴史をたどりながら旧東海道を歩いていくと案内板が立っているのを見つけたのだ。これは田中本陣跡の案内板ですね。先ほど話に出た川崎宿の3つの本陣、そのうちの1つがこの田中本陣。建坪231坪、門構えと玄関を備えた立派な本陣だったそうです。今はマンションが建っているけど、確かにここに本陣があったってことなのだ。そしてそのまま旧東海道を歩いていると足元にちょっと面白いものがあるのだ。川崎宿の浮世絵がデザインされたデザインマンホールですね。川崎区内には全部で7つ設置されていて、川崎駅周辺と京急八丁畷駅前にあります。設置場所は川崎市のサイトに掲載されてるんだけど、地図が大雑把すぎて見つけられたのはこの一つだけだったのだ。この後にこの辺かなってところに行ったけど結局見つからなかったね。唯一見つかったここからはラーメン二郎が見えるのだ。もう行列ができてるのはさすがだね。駅から北東へずっと歩いてたのでまた駅の方へ戻るのだ。駅に戻る途中にあったのがこちらの案内板。
川崎宿の由来が紹介されていますね。気をつけて見ていると川崎宿の名残が街のあちこちに散らばっているのだ。 JR 川崎駅前まで戻ってくると見えてくるのが大きな商店街、銀龍街です。銀龍街は新川通りと市役所通りを結ぶ全長約250メートルのアーケード商店街なのだ。広いアーケードだね。天井からたっぷり光が入ってきてすごく明るい雰囲気です。僕にとって川崎駅といえばここってイメージなのだ。いろんなお店がいっぱいの木を連ねているのもなんだかワクワクするのだ。天井に飾られた鯉のぼりも気持ちよさそうに泳いでるね。季節を感じる賑やかさです。銀龍街は1949年から続く商店街で、コンセプトは花とステンドグラスのある街。天井をよく見るとアーケードにステンドグラスがあしらわれていて、これが国内最大級と言われています。ラゾーナ川崎もすごかったけど、こっちの商店街も全然負けてないのだ。とても活気のある商店街だよね。屋根がついてるから雨の日でも便利そうです。銀龍街のアーケードを抜けて道路を挟んだ向かい側、ここに川崎の中でもひときわ独特な雰囲気を持つスポットがあるのだ。アーチにビアチネチッタと書かれていますね。イタリア語でチネチッタ通りという意味です。次の目的地ラ・チッタデラへ続く入り口になります。アーチをくぐった先から雰囲気が変わってくるのだ。石畳の路地にレンガ調の建物、スターバックスも一層おしゃれな感じだね。まるでテーマパークのような雰囲気もあるのだ。そしてこちらがラ・チッタデラ、ヨーロッパの街並みをモチーフにした複合商業施設です。中央に見えるガラスの塔がラ・チッタデラのシンボル、ガラスタワーですね。モチーフになっているのはイタリアのトスカーナ地方にあるヒルタウン。中世の頃に丘の上に作られた城壁に囲まれた小さな町がイメージの元になっているそうです。さっきまで川崎の繁華街にいたはずなのに、まっすぐ来ただけで別世界に来たみたいなのだ。本場の街並みを知らなくてもなんとなくヨーロッパの路地っぽいって感じる雰囲気があるよね。中には映画館やライブハウス、レストラン、サウナなんかもあって、丸一日遊べる施設になってるのだ。ちなみに今は沖縄フェアっていうゴリゴリの日本フェアをやってました。次に向かうのは川崎市役所の新本庁舎なのだ。2023年6月に完成したばかりなんです。高さは約112メートル、地上25階建ての高層棟と3階建ての復元棟からなる建物です。川崎の新しいシンボルですね。周りのどんな建物よりも大きくて立派なのだ。役所っていうより大企業の本社ビルみたいなおしゃれさがあるのだ。正面には3階建ての復元棟も建っています。これは1938年に建てられた旧本庁舎の時計塔や玄関など外観の一部を当時の姿で復元したものだそうです。昭和の建物と最新の高層ビルが並んでて、なかなか面白い組み合わせなのだ。建物の南側には市役所広場も整備されています。2025年3月にオープンしたばかりの新しい広場で芝生やウッドデッキ、災害時の防災スペースとしての機能も持っています。憩いの場として使い勝手が良さそうなのだ。ここまで結構歩き回ってきたので、まずはカフェで一息入れるのだ。復元棟の1階に入っているのがユニコーヒーロースタリー川崎市役所店。横浜発祥のカフェで2024年4月にオープンしたお店です。店内は市役所のカフェとは思えぬおしゃれさなのだ。復元棟の高い天井と大きな窓を生かした開放的な空間なのだ。階段状のベンチみたいな席もあって面白い作りになってたね。今回はカフェインレスのアイスコーヒーを注文したのだ。軽い苦味で飲みやすいのだ。窓からは復元棟前の広場とその向こうにある区役所の総合庁舎も見えますね。ちなみに復元棟と高層棟の間には吹き抜けのアトリウムがあって、2階と3階には回廊デッキっていう廊下のような通路があるのだ。そこにもテーブルや椅子が置かれていて、コーヒーを買って腰掛けて休憩するのにぴったりの空間でしたね。休んで元気になったし、新庁舎25階にある展望ロビーへ向かうのだ。入場は無料で年末年始を除く9時から21時まで見学できます。土日祝日も空いていて夜景スポットとしても評判みたいです。おお、
これはすごいのだ。高さ約112メートルからの360度の眺望なのだ。25階のフロアは屋内の展望ロビーと半屋外のスカイデッキで構成されています。北向きの展望ロビーからは多摩川越しに東京方面が見えて、天気が良ければ東京タワーやスカイツリーも見えるそうです。東面、南面、西面はスカイデッキって呼ばれてて、ガラスで囲まれてるけど天井が開いてるのだ。だから外の風がスーッと入ってきて、屋外と屋内の中間みたいな不思議な空間なのだ。市役所、結構見どころが多かったのだ。復元棟の2階には創建当時の旧市長室が復元されていて、見学自由になっています。市長室なんてニュースぐらいでしか見かけることはないけど、実物はかっこよかったのだ。重厚なデスクに大理石の暖炉、歴代市長の写真、部屋全体に威厳があったのだ。訪問日はアール・ヌーボーのポスター展もやってました。川崎の新たな観光スポットとして立ち寄って後悔のない場所になってるのだ。次に向かうのは稲毛公園と稲毛神社なのだ。市役所から1分ぐらいの場所にあるのだ。稲毛公園で目を引くのが塔のような形をした石の柱ですね。これは旧六号橋の親柱。1925年から1984年まで多摩川に架かる六号橋として実際に使われていたものを2002年に公園内に移設して保存したものなんです。川崎の発展を支えてきた橋の名残なのだ。そして稲毛公園を通ってたどり着くのが稲毛神社なのだ。ご神木の大イチョウの樹齢が約1000年と推定されていて、創建年がはっきりわからないほど古い神社なんです。テントや椅子が並んでて、何かイベントの設営中みたいなのだ。キッチンカーも来てるね。お祭りかマルシェみたいなイベントが予定されてるのかな。本殿にも鯉のぼりが立ち並んでて、すごく華やかなのだ。こういうのがあると地域が明るくなるよね。変わった表情をした狛犬もあるのだ。天地睨みの狛犬。下半身についてお願い事がある方はこちらの狛犬、上半身についてお願いがある方は反対の狛犬を撫でてから参拝するそうです。そしてこちらがそのご神木の大イチョウなのだ。これはすごい迫力なのだ。江戸時代の浮世絵師歌川広重の作品にも描かれている川崎の名木です。昭和20年の空襲で幹が空洞化するほどの損傷を負ったそうですが、その後また新しい枝が生えてこうして蘇ったそうです。1000年生き続けて空襲も乗り越えて今もこうして青々と葉を茂らせてるなんてすごい生命力なのだ。大イチョウの周りには12支の像が配置されていて、自分の干支から順番にイチョウの周りを回りながら参拝すると願い事が叶うとされているんです。動画が100万回再生されますように。欲望まみれでイチョウも困ってると思うよ。稲毛神社を後にして次に向かうのは富士見公園なのだ。2024年10月にリニューアルオープンしたばかりの新しいスポットなのだ。川崎市の市政100周年を記念して大規模リニューアルされた公園なんです。愛称は富士ミックス。ミックスっていう言葉の通り、いろんな要素が混ざり合った公園として生まれ変わりました。公園に入ってすぐの広場はフラットなタイル張りでとっても開放的なのだ。直線のトラックも引かれてて子供のかけっこにも使えそうなのだ。奥には立派なスタジアムも見えるね。こちらは富士通スタジアム川崎。サッカーやアメフトの会場として使われている多目的球技場です。隙間から覗いてみると芝生と客席、奥にはサッカーゴールも見えるのだ。このスタジアム、川崎球場があった場所なんです。野球ファンにはおなじみ、伝説の 10.19 の死闘の舞台となった球場です。川崎球場は2000年に役目を終えて、その後に多目的球技場として生まれ変わったのだ。BMX とスケートボードができる場所まであるのだ。こんな本格的な施設まで備わってるんだね。ネットに囲まれたボール遊び広場もあるのだ。バスケットゴールもあるのだ。そして公園の南側に広がるすごく広い芝生広場、なんと約8000平方メートルもあるんです。関東でも最大規模の広さで、子どもたちが大勢で走り回ってもゆとりのある空間になってます。歴史ある場所が新しい憩いの場として生まれ変わってるのだ。再び川崎駅の方へ戻ってきたのだ。途中で目に入ったのは
駅近くの大きなオフィスビル。こちらは川崎駅前タワーリバーク。1994年に完成した地上22階建ての高層ビルです。 JR と京急両方の川崎駅から徒歩すぐの便利な立地ですね。オフィスビルって聞いてたけど、低層階はお店もたくさん入ってるのだ。アーチ型の天井もとってもかっこいいのだ。どうしてきたかというと、このビルの4階に川崎市立図書館も入っているんです。図書館があるならとりあえず覗いてみたくなっちゃうのが僕なのだ。若干コンパクトかな。椅子もテーブルもちょっと足りてない感じがしたのだ。 JR 川崎駅と京急川崎駅どちらからもすぐの場所にあるので利用者は多いだろうからね。そのまま川崎駅の西口側に戻っていくと、ラゾーナの隣に独特な形のビルがあるのだ。こちらはミューザ川崎。 JR の中央改札からペデストリアンデッキを渡って直接アクセスできます。円筒形のガラス張りの建物がすごく印象的ですよね。名前の由来はミュージックと人が集まる場所を意味するザを組み合わせた造語なんだって。建物の中心にあるのがミューザ川崎シンフォニーホール。世界的指揮者のサイモン・ダトルさんから世界最高のホールの一つと評された世界レベルの音響を誇るホールなんです。音楽の街川崎を象徴する川崎の文化的なシンボルなのだ。1階と2階にはレストランも入っていて、コンサート前後のお食事にも便利そう。ラゾーナとはまた違う落ち着いた大人の雰囲気が西口エリアの個性ですね。たくさん歩いてお腹もペコペコなのだ。やってきたのは銀龍街の隣にある銀座街。ここの入り口にある町中華の名店天龍銀座街店です。注文したのは看板メニューのタンメンと餃子なのだ。川崎の天龍といえば餃子は川崎餃子味噌っていう甘辛い味噌だれで食べるのが川崎流みたいです。普段は醤油とお酢で食べるんだけど、せっかくなので味噌だれと両方試してみるのだ。味噌だれめっちゃうまいのだ。餃子がこのタレに合うように作られてる感じなのだ。逆にいつもの醤油とお酢だとちょっと物足りない感じがするね。川崎で食べるなら味噌だれが正解みたいです。そしてタンメン、これがまたうまいのだ。正直来る前はチャーハンとか豚キムチの気分だったんだけど、一口食べて美味しさに感動したのだ。タンメンのしょっぱさがちょうどよくてとっても気に入ったのだ。タンメン自体あまり食べる機会もないんですが、ここのタンメン本当に美味しかったです。選んで大正解でした。今日はたくさん歩いたね。なんだか盛りだくさんな一日でした。川崎は何年ぶりかに来たけど、ずいぶん上品になった印象を受けたのだ。もともと発展した街ではあったけど、街並みがどんどん洗練されてる感じなのだ。歩いててここ川崎だよねって何度も思ったのだ。以前の川崎を知っている人ほどその変化に驚くのかもね。そして思ったよりずっと見どころが多い街だったのだ。歴史好きには川崎宿エリア、新しいもの好きには市役所の展望台や富士見公園、一日じゃ回りきれないくらいそれぞれ違う楽しみ方ができるのだ。 JR、京急ともに東京と横浜の中間地点。東京駅まで20分、横浜駅まで10分とどちらにもアクセスが良いのも川崎の強みです。住むにもフラッと訪れるにも便利な街だね。というわけで動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。